どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回は2023年版最新 Mac の選び方、こちらを分かりやすく初心者向けにね解説していきたいと思います。僕もですねMac をね動画いろいろ出してるんですけども、じゃあどの Mac がいいんですかっていうのをですねもう3億回以上ね聞かれております。正直もうね嫌になりそうなので、もうこの動画をね見つけたあなたはもう勝ちました。勝ち確です。正直に言うけど、どの Mac がいいかっていうねお困りですよね、あなたは。でもやっぱその周りにね、例えばじゃあ聞ける人がいないとか、気持ちはねめちゃくちゃわかります。この Mac の選び方ですね、正直初心者はねこれかなり難しいんじゃないかなっていうところはあって、というのもねやっぱ Mac の選択肢が今めちゃめちゃ増えたんですよね。ちょっと前とかだったらじゃあ MacBook Pro ね、とりあえずプロ買っとけば大丈夫だろうみたいなねところもあったんですけども、そんな感じじゃないんですよ。もうほんと僕でもほんと正直ね買う時最近迷うんですけど、結構でも大丈夫です。迷うのは普通なんでそんなあなたの代わりにもう今回は初心者向けにおすすめなやつですね。もうとりあえずこれ買っとけば間違いないよっていうやつをねバーンってね僕が勝手に決めます。勝手に決めちゃいますんで、迷ってる方はね参考になればと思います。一応レビュー動画もねたくさんあるんで見てほしいんですけども、でも全部見るのもめんどくさいじゃないですか、正直ね。まずお前誰だっていう話だと思うんですけども、簡単にねちょっと僕の Mac 歴みたいなのをね辿っていきますと、実はこのチャンネル自体は Mac から始まってると言っても過言じゃなくてですね、で2020年頃に MacBook Pro 買ったのに始まるんですけど、その後ですね M1 の MacBook Air、これからちょっと紹介するんで何それみたいな感じの人はちょっとね一旦聞いといてください。はい、うーってなりそうなかもしれないけどM1MacBook Air ですね、これ2台買って、M2 の MacBook Air もねこれ2台買ってますね。でその前に MacBook Pro のね14インチっていうね新しいやつなんですけど、それも買ったりとか、YouTube 今2年ぐらいとやってるんですけども、少なく数えて多分6台ぐらいは買ってるんじゃないかなと思うんですよね。キモくねって感じなんですけどその前にも MacBook Pro とかね13インチとか、タッチバーとかついてるやつとかねいろいろあるんですけど、昔のジョブズがねこう出してきた MacBook Air みたいなヒョーンみたいなやつもね使ってたんですけど、おそらく少なくとも多分8台以上は多分買ってるんじゃないかなと思います。この数年だけでも記憶の中ではなんですけど、使った金額で言うとおそらく100万以上はねかかってると思うんで、いろいろこだわりがねやっぱあったりするわけですよ。はい。レビューもさっき言ったように全部やってるんで、細かいところはねそれぞれ見てもらえばいいと思うんですけど、そんなこの変態がですねおすすめするのが、結論から言います。結論から言うと M1MacBook Air です。もうこれ買ってください。これがもう今日の結論ですね。はい。なんでもうこの動画終わりなんで、この動画閉じてもらって大丈夫です。はい。そのままポチっといてください。ちょっと待てと。お前分かったけど、理由を説明しろってね、思うと思うんですけど、焦るなって。普通に使えてですよ、そのコストパフォーマンスいいっていうところであれば、最安のねモデルがあるんですけど、メモリが 8GB、ストレージ容量が 256GB の M1MacBook Air、この13インチでいいんじゃないかなと思います。これで十分なんですよ。もう何をねそんなに求めんのっていう話ですよね。ねとか言ってもちろんね2020年に出たモデルではあるんですけども、まだまだ全然今でもね買いというか全然いいと思います。とりあえず分かったと。そのおすすめはねM1MacBook Air ってやつなんだな、分かったと。よく分からんまま買うのは怖いとね。そうですよね。ちょっと安心してください。安心してください。ちゃんと分かりやすく解説しますんで、選ぶそのポイントとしては主に2つなんですけど、選んだっていうこれはその M1 チップ搭載ですね。Apple シリコンというものを入っているっていうところと、2つ目は価格です。見るべきところみたいなところもあるんですけど、想定しているのが初心者っていうところなので、非常にこの初めての Mac としてねおすすめするっていう意味なんですけど、米としてはこの M1 チップ搭載っていうかApple シリコンなんですけど、なんだそれはと、M1 グランプリだったらね聞いたことあるけどみたいな、ご安心ください。これめちゃめちゃ簡単です、正直言うとね。要するにCPU っていうねパソコンの頭脳の部分ですね、脳みそ、司令塔なんですけど、人間でいうこの脳みその部分に当たりますっていうと分かりやすいと思うんですけど、この M1 チップっていうのが2020年に登場したんですけど、初めてこのAppleが独自で作った脳みそです。本当に本当の脳みそじゃないんだけど、でそれを一応 Apple シリコンっていうね、いわゆる CPU っていうやつですよ。そんなどうでもいい。でその Apple シリコンの第1号として出たのが M1 チップっていうもので、おそらくこれ Mac の多分 M と、最初の第一世代ってことで M1 っていうね意味だと思うんですけど、多分ね。でもちょっと待てと、よく見るインテルのCore i5 とかね、ああいうのはどこ行ったんだと。それはもうねもう忘れてください。それはもう Mac じゃないです。インテルと書いてる Mac はゴミなんで買わなくていいです。すみません、インテル版の Mac 使ってる方申し訳ございませんでした。不適切な表現がございました。今のパソコンなんでインテル入ってないんですよ。
パソコンというか Mac ね。なのでインテル版は、基本的にはゴミなので買わないでください。じゃあそのインテル版とのじゃあ違いは何なのかっていうところなんですけど、もうここも2つだけ覚えてください。バッテリーと性能です。バッテリーと性能ですね。ここテストに出るんで覚えておいてください。で、バッテリー持ちがインテル版とこの M1 チップでもう格段に違います。はい。これ明らかに違います。完全に別物かっていうレベルですね。で、M1 の方はもうそのバッテリー持ちが劇的に改善してます。劇的です。例えば僕の場合で言うと充電器とかね、昔 Mac 使ってたけど持ち歩いてたんですけど、今は一切持ち歩いてないです。わかりやすく言うと、そのパソコンの見た目をしたスマホなんですよ。スマホです、これ。どういうことって思ってたと思うんですけど、見た目はパソコンなんですけど、中身っていうのはその iPhone とか iPad とかと同じなんですよね。いわゆる。実際その iPhone とか iPad で今 Apple って成長してきたんですけども、その技術が Mac に入ってるんですよね。それがM1 チップなんですけど、性能に関しては、2つ目そうですね。性能なんですけど、性能に関してはその今まで、いやお前ら何してたんだっていうぐらいですね、違います。もう処理速度とかが、分かりやすく言うと本当2倍以上違うとかね。作業によっては本当何十倍とか違うんですけど、なんで少しちょっと前のイメージでは、なんか MacBook Air では、例えばじゃあメール返信したりとか、もちろん Excel とかね、そういったパワーポイントとか、そういった作業っていうのはもちろんね、できたんですけども、それはちょっと動画編集とか画像の編集とか、ちょっとそういった処理をね、使うような作業っていうのは、きつかったんですよ、実際。ちょっとできないっていうね、感じだったんですけど、フリーズとかして、なんか熱くなって動かないみたいなね、あったんですけど、これ M1 の場合は普通に動きます。ゴリゴリに作業できます、正直言うと。なんなら僕もね、1年間そのメインマシンとして YouTube バンバン上げて、多分100本以上上げてたと思うんですけど、動画も。ゴリゴリ動画編集してました。で、4K 編集とか 4K のね、高い画像みたいな解像度のものもいけます。4K。はい。これは今までのレビュー動画見てもらえばね、わかると思います。全部検証とかしてるんで、インテル版とかとね。全部で見なくていいんで、暇つぶしに広告だけね、見てもらえばいいと思うんですけど、その上で、性能としては、当時例えば最強とか言われてた MacBook Pro の16インチとかね、30万以上するようなマシンなんですけども、それに匹敵するような、性能があったりとか。それでいて、お値段がですよ。Mac として一番安いモデルなんですよね。ただちょっと円安で値上がりしちゃったんですけど、今13万円台で買えるっていうね、ところです。ほぼ最強レベルのやつが。登場した時は実際11万円とかだったんで、コストパフォーマンスすごかったんですよね。今でもやっぱ中古とかだとね、全然10万円を切ったりとかあるんで、9万円台とかでも探せばあると思いますね。なんで選ぶポイントとしては、M1 以上ですね。その Apple Silicon 搭載の Mac、つまり M1、M2 とかですか。バッテリー持ちとやっぱその性能が本当もうレベチなので、インテル版はゴミです。M1 は高性能、インテル版はゴミ。はい、これだけ覚えてください。で、一応補足で言うと、今回Mac の話なんで、別にその、なんていうの Windows をけなしてるってわけじゃないですよ。Windows は Windows で良さがあります。はい、ゲームとかね。Mac の話ですかね、今回。で、今回初心者向けであるので、本当いわゆるその、無難というかね、誰が使ってもこの80点っていうので取れるような感じですよね。そういったもので、やっぱ MacBook Air のメモリ 8GB、ストレージ容量 256GB っていうのがね、初心者としてはいいんじゃないかなと思います。一番安いモデルなんで、メモリに関してはその作業台の広さですね。よくメモリとこのストレージを間違える人がいるんですけど、これ数字が大きいほど、同時にいろんな作業ができるっていうところですね。8GB で、もう全く問題ないです。ストレージ容量は、データの保存場所ですね。倉庫と考えてもらえばね、いいかなと思います。多ければ多いほど、いろんなものを保存しておけるっていうね、ものですね。256GB あれば、問題ないかなと思います。普通に使う分には。もちろんね、用途によって全く変わってきますので、今回本当そのコストパフォーマンス初心者に向けたっていうモデルで、紹介しております。ちょっと細かい部分とかは、コメントとかね、いただければできる限りお答えしますので、僕以外の方もね、答えてくれたりするんで、ぜひコメントしていただければと思うんですけど、逆にその皆さんが使ってるモデル、こういう用途でこういうモデル買いましたとか、コメントいただいてもね、いいと思うんで、そのやっぱ見る人がね、非常に参考になると思うんで、ということでコメントお待ちしてるんですけども、やっぱその買い替えがね、必要になっても仮にですよ、そのリセールバリューっていうのがめちゃめちゃいいんですよね。これはMac に限らずというか、Apple 製品全体ですけど、中古でもね、普通に売れるんですよ。昨日もなんかね、僕 Apple Watch 売ったら、なんか10分ぐらいで売れましたね。価格をちょっと落としたっていうのもあるんですけど、メルカリとか、そういった最近で便利なものもあるので、売却もね、結構手軽にできちゃうっていうのもいい、いい時代になりましたね。ブランド品とかと同じイメージですね。なんで、なんかビトンとか、なんかそういうイメージ。価格がやっぱね、なかなか落ちづらいので、次買い替える時のその元手になったりとか、もうおすすめですね。ちょっと後でお得に買う方法みたいなの解説しようかなと思うんで、そっちを見てもらえばと思うんですけど、ということで結論としてはこの M1 MacBook Air がもうおすすめなんですけど、初心者。一応他の Mac も
サクッとね、じゃあどういったその違いがあるのかみたいなところを見ていきたいと思うんですけど、ここからただ基本的に中級者からちょっと上級者向けにはなります。分かりやすくは説明するんですけど、でもう一個 MacBook Air であるのが M2 の MacBook Air ですね。これ新しいモデルなんですけど、一言で言うと高くてもいいけど、ちょっとお値段上がってもいいけど、新しい製品っていうのを感じたい人向けかな。また、その薄型軽量ですね。できるだけ軽くて、軽い上で、そのパフォーマンス、性能が高いマシンが欲しいっていう方はおすすめかなと思います。ただちょっと少しクリエイター向けかなと思いまして、クリエイター寄りのパソコンではあるんですけども、普通に使う人も、使いやすい、Air になっているかなと思います。なんでこの M2 MacBook Air がさっきのM1 の最新版に当たるんですけども、大きな違いとしては本当デザインが変わりましたと。でも逆に言えばそんぐらいなのかなっていうところがあって、僕はこの M2 を使ってはいるんですけど、理由はこの完全にやっぱ軽さ、持ち運びするうまくよくするんで、軽さとこのパフォーマンスのバランスが非常に取れてるっていうところですね。でもね、正直価格は高いと思います。やっぱ円安っていうのもあるので、価格も M1 とかと比べるとちょっと3万円ぐらいね乗ってくるので、16万円超えたりしちゃうんで、ちょっとで容量とか増やすと20万円とかすぐ超えちゃうんですよ。ただそのデザインが好みで全然そこにお金出してもいいよって方は全然いいと思うんですけど、その性能とかについては正直そんな M1 と大差ないですね。僕はちょっと性能が欲しいんで M2 にしたんですけど、普通に使う分には全く多分違いは感じないと思います。だったら M1 でいいじゃんっていうのが今回結論なんですけど、一応クリエイター向けのよりの PC ではあるんだけど、普通の人でも使いやすいよっていう感じですかね。M1 も含めてですね、おすすめのアクセサリー動画とかもあるので、こちらもちょっと参考にしてもらえればなと思います。より快適に使うためにこういったものありますよっていうやつですね。普段使ってるものとか。はい。で、こっからちょっとプロモデルの方をね、見ていきたいと思うんですけども、まず1個目が M2 の MacBook Pro の13インチですね。これは一言で言うとタッチバーが欲しい副業クリエイター向け PC かなと思います。副業っていうのがポイントなんですけど、ちょっと本体はね、やっぱ Air より重くなるんですけど、長時間作業とかは向いてるかなと思います。さっきのなんで MacBook Air M2 との違いとしては、まずバッテリー持ちがちょっとさらにいいよっていうのと、あとファンっていうその熱を逃がす扇風機みたいなのがね、入ってるんですよね。そういったところで長時間ちょっと動画編集したりとか、ちょっと重めの作業を長い時間するには向いてるのかなっていうところはあります。ただ、あんま僕はおすすめしない理由としては、そのデザインに関しては昔のMacBook Pro のままなんですよね、13インチの。それなのにさっきの M2 のね、MacBook Air より値段が高いんですよ。性能とかもM2 でほぼ変わんないんで正直ね。その積極的に選ぶマシンではないかなと思います。別に悪くはないんだけども、良くもないというか、なんか微妙な間に入ってる感じなんですよね。というところのイメージですね。ガチプロまではいかないけど、セミプロぐらいで結構ね、長時間作業したくて、ちょっと価格も抑えたいみたいな人は、13インチプロでもいいのかなと思います。さらに上がですね、この MacBook Pro の14と16インチっていうのがね、最近新しく出たんですけども、これが M2 Pro と M2 Pro Max っていうね、チップが入ってます。これ乗って登場したんですけども、これはもう本当どこでも編集したい、もう本業、クリエイター向け、本業プロクリエイター向けですね。ガチクリエイター向けかなと思います。で、どこでもっていうところ。完全にそのデスクトップみたいなね、すごい高性能な性能でどこでも仕事したいっていうね、完全にこれ変態向けのマシンでございます。で、ゴリゴリのね、本当にYouTuber とかね、そうですし、デザイナーとか、写真家とかそういう方もね、ロー写真とか、かなり解像度の高いね、写真をガンガン撮りますとか、その動画クリエイターみたいなね、方も入ると思うんですけど、なんでその利点としては、どこでもこの最強性能みたいなのね、持ち運べるっていうのがいいかなと思います。なんでやっぱクリエイターの人にとってはね、やっぱその出先で例えばちょっと編集したりとか、なんか撮影現場でそのままできたりとか、そういったところは非常にこのメリットであるかなと思いますね。ただ逆に言えばこれ明らかに一般人が使うものではないです。もちろん使ってもいいと思うんですけど、画面とかね、もちろん綺麗だったりするんでスピーカーもいいし、ただ明らかにオーバースペックですね。性能が高すぎるっていうか、値段もね、やっぱり30万円近くするので、その持て余すっていうのはありますね。もちろんね、その分やっぱさっき言ったようにプロモデルは画面が綺麗だったりとか、スピーカー性能もいいですし、なんでクリエイター向きなんで SD カードスロットとか HDMI ポートとか、そういった端子類も充実してますので、本当にプロ向けのマシンかなと思います。で、これのおすすめモデルとかはちょっと動画で詳しく話してますので、細かいところはね、そっちの動画見てもらえればと思うんですけども、で、あと一応デスクトップね、PC もあるんですけども、基本はさっき今見た MacBook のその持ち運びのタイプが初心者にはおすすめかなと思います。唯一いいなって思うのであれば、M1 の今 iMac の24
24インチかなっていうところで、これカラフルで可愛いっていうのもあるんですけども、さっきおすすめした MacBook Air と同じ M1 チップっていうのが入ってるんですけど、で画面とキーボードとでマウスもこれ全部セットになってるんですよ。でもう来たらそのまま使えるんで、初心者でもこれ非常に使いやすいかなと思います。今回また、新しいんで言うと M2 のね Mac mini っていうのもね出たんですけども、一応 Mac が使えるモデルとしては、最安のものになって、で Mac mini 自体は非常にこれおすすめはできるんですけど、ただ別でこれディスプレイとか、キーボードとか、マウスとかは自前で揃えるっていうねものになります。なんでちょっと初心者にハードル高いかなっていうところで、あんまおすすめしないかなっていうのはあるんですけど、多分逆にディスプレイとかそういったマウスとキーボード、すでにもうありますよっていう人は、全然 Mac mini でもいいんじゃないかなと思います。そのデスクトップで据え置きでいいんだったら、これも動画でまとめてますので、細かいところで気になるモデルとかはちょっと全部動画でね見てもらえばと思います。あと一応 Mac Studio っていうのもねあるんですけども、もう一個上のやつが、これは完全にプロ向けの、変態デスクトップになるので、これ気にしなくていいかなと思います。本当にそのスタジオとかで使うマシンになると思うんで、M1Max とか M1 Ultra っていうのがあるんですけど、一般人が使うマシンではないかなと思いますね。一応あと Mac Pro とかもあるんですけど、あと中古で買うのはどうなんですかっていうねこともよく聞かれるんですけども、全然その中古のマシンに関しては全然それはいいと思います。ただその中古でちゃんと自分でその見極められるというか、こういうモデルがさっきみたいに言ったこと分かった上で買えますよっていう人はいいと思います。ただちょっと初心者には正直ハードルが高いかなっていうのはあるんで、普通にそのやっぱ新品で買うのがおすすめかなっていうのはありますけども、気をつける点で言うとさっきM1 以上かどうかっていうところ、Apple シリコンかどうかっていうところと、そのバッテリー容量とかですね、もちろんその本体の状態とかもちろんなんですけど、基本的にその2つかなっていうところをですね、インテル版使わないっていうのが基本的におすすめです。ということでちょっとまとめますと、まずMacBook モデル別まとめで、まずインテル版ですね、これゴミです。ゴミなので買わないでください。開発とかで使うっていう人もいるみたいですけど、やめてください。M1MacBook Air ですね。これが一応初心者の今やっぱ最適解かなと思います。13万4800円から。で M2MacBook Air は外クリエイター向けっていうところで、持ち運びの面と、ちょっとやっぱクリエイター寄りであれば、僕はこれ使ってるんで16万4800円。割と結構万能かなと思います。ただちょっとやっぱ価格が高いんで、ちょっとクリエイター向けかなと思います。で、プロモデルに関しては M2MacBook Pro、これ13インチが副業クリエイター向けということで17万8800円から。ただ、積極的にはおすすめしないです。さっき話した通りなんですけども、14、16インチが MacBook Pro。これが完全に本業ガチクリエイターですね。もうガチで今仕事でやってますっていう方はいいのかなと。価格もちょっとぐんと上がって28万8800円からになりますんで、デスクトップで言うと、こっちは据え置きのタイプなので持ち運びはできないんで、初心者にはおすすめしないんですけども、唯一おすすめするとしてはこの M1 の iMac の24インチ初心者。これおすすめですね。17万4800円からで、マウス、キーボード、画面が全部ついてる。最近新しく出た、M2 Mac mini。これでも自宅用で使うならコストパフォーマンスはめちゃめちゃいいです。ただし、キーボードとかマウスとか画面を揃える必要はあります。そういうのが好きっていう方ならいいかなと。で、Mac Studio は、これはスタジオ用のもう変態用ですね。27万8800円から。ほんとスタジオとかでね、もうがっつり使うよっていうこと以外は、あんまりどうなんだろう。家でパン向けではないですよね、明らかに。性能的にも。で、一応さっきちらっと言った Mac Pro ですね。車並みに高いインテルですね。で、これで、一応これ66万からなってるんですけども、これでもうすぐApple シリコンに切り替わるんで、今絶対買わない方がいいです、これは。で、変わってから買った方がいいと思いますね。性能がバカ高くなると思うんで。っていうのが今一応 Mac の一応全モデルになるのかな、おそらく。ということでなんでその結論から言うと、さっき言った M1MacBook Air を買ってください。最安モデルで問題ないです。ここもレビューもしてるんで、最安のメモリ 8GB ストレージ容量 256GB、 もうこれでいいです。でも十分です、正直ね。少なくともおそらく2年ぐらいは大丈夫だろうなと思うし、多くの方は最悪もう買い替えずにこのまま5年ぐらい使えるんじゃないかなっていうレベルなので、大きなねやっぱりインテルからやっぱりこの Apple シリコンの変革があったんで、なかなかこれってすごい変革、もう何十年に1回とかのあれなので、非常にタイミングとしてはいいんじゃないかなと。いい時代ですね。一応このお得な買い方みたいなもので話そうと思ったんですけど、ちょっと時間があれだったので簡単に言っとくと、楽天リーベイツっていうのがあって、
て、ここから経由で買うと、楽天ポイントがつきますよっていう感じ。一応3000円以上購入でプラス500ポイントもらえる、招待コードとかも用意してますので、そこから行ってもらって、あとは普通にですね、アップルのストアに飛ぶので、そこは普通に買い物するだけなんですよ。基本的にやっぱアップル直営店で買うのがおすすめかなとは思います。あとはAmazon 上で買うっていうのもありかなっていうのがあって、ポイントがね、だいたい6000ポイントの 5% ぐらいつくので、あとその分割払いみたいなペイディの Amazon キャンペーンでプラス3000ポイントぐらいつくのかな、 20% 還元だけど、上限が3000ポイントなので、1万ポイントぐらいねちょっとゲットできたりはするので、それはそれで別に Amazon でもいいよっていう人はおすすめかなと思います。あとはそのギフトカードっていうのを楽天とかで買ってもらって、その分そのポイントがつくので、事前に買ってそのままApple ストアで使えるので、それ元で買ってもらうっていうのはいいかなと思います。あと学生とかであればその教職員向けストアっていうのもあって安く買えるので、そこら辺もちょっと活用してもらえばなと思います。はい。ちょっとここら辺に関してはちょっとまた別で動画をね、安く買う方法みたいなところで出そうと思いますので、こういった動画で見逃したくないよって方はぜひね、チャンネル登録お願いします。で、この動画ね、すごい良かったなと思ったら、あと高評価もね、お願いいたします。はい。今後もこういった動画出していきますので、質問あればぜひね、コメントいただければと思います。はい。基本的に全部見てますんで、今日もね、見てもらってありがとうございます。ぜひいい Mac 選びの参考になれば幸いです。良い一日お過ごしください。バイバーイ。よし。Mac って難しいよな。Windows もっと難しいと思うけどな。全然 Windows も好きなんだけどね。